ざいます。はい。本日から札幌に向かいます。イエーイ、札幌。札幌といえば何ですか、ひよりさん。札幌ラーメンでしょ。そう、今日から札幌のラーメン巡りをしていきましょう。やったー。ということで、まず1店舗目のお店に向かっていきたいと思います。ゴー。いろいろ食べていくんでお楽しみに。イエーイ。レッツゴー。ゴー。さあ来ました。1軒目のお店は麺屋さゆみさんです。今回は味噌ラーメンを注文しました。1軒目のお店なので気合が入ってます。いただきます。まずスープから。ここのスープはね、胡椒が効いててちょっとスパイシーなスープでした。普通の味噌ラーメンって結構ドロッとしてる感じなんだけど、ここのお味噌ラーメンは豚骨スープと割ってるから、なんか豚骨の香りもあるし、その中で味噌の旨味が引き立ってるっていう味でした。で麺は結構太めの黄色い縮れ麺っていう感じですよね。この縮れ麺がね、スープと合うんですね。うまそうな顔してる。このお米は雪さやかを使用しています。でこのコロ茶を一緒に食べるわけですね。これめちゃめちゃ美味しい。まあ顔見ればわかるよね。でこれをスープで流し込むともうこれで完成してる。スープとめちゃめちゃ合うこの米が。北海道産のお米だからすごい美味しかったね。もやしが炒めたもやしだったんだよ。それが本当に美味しくて。でひき肉も入ってたね。そう、ひき肉も入ってた。そう、チャーシューの他にひき肉も入ってて、具はもやしの他にネギも入ってましたね。炒めた香りがスープに乗っててすごい合ってましたね。でこの生姜がね、スープの上に乗ってて味変として楽しめると。これスープに生姜を溶かしてすすっていくと、はい、この顔です。チャーシューがロースなんだけどすっごい柔らかかったね。本当に柔らかいチャーシューだった。顔に注目。また米ですね。そう、チャーシューも米にすごい合うんだよね。めちゃめちゃ美味しかったです。あ、この人やばい、会員してる。ごちそうさまでした。2軒目は札幌純連さんにお邪魔しました。朝からね、大行列なお店でしたね。ここも味噌ラーメンを注文しました。いただきます。このね、ラードの膜がね、スープにすごい張ってた。そうだから最後まで冷めないで美味しくいただけますね、これ。でも純連はやけどしない程度の熱さだったね。そうだね。なんか本当に熱々のところはあるんだけど、ここはね、ちょうどいい熱さ。でこの麺すごい美味しかった。これ気持ちね、細めの中太の縮れ麺って感じで、さっきのさゆみさんよりはまあ細いかな。そうだね。でここはね、もやしがくったくただったの。すんごい煮込まれてて、で玉ねぎもくったくた。すっごいスープが染み込んでて、また麺と一緒に食べると本当に美味しかったね。今玉ねぎ食べましたね。うまいって言ってる。これうまいねって会話してるね。このチャーシューが切り落としだったんだよね。そう、ここは切り落としのチャーシューが何個か入ってる。それがまた本当に美味しくて食べやすいし、この顔ですね。この顔ですね。食べてマジで。食えって言ってる。うめえから食えっつってる。なんで食ったらうまいやん。うまいやん。米だってまたね。そうなんかもうね、全部ね米が合うんだよね、やっぱり。そう、スープもね、チャーシューもね、本当に米が合う。でこの米をスープにつける。でおつや風にして食べるとまたうまい。新しい食い方を発見してる。発見した時の顔です、これは。でこの野菜がね、ネギも乗ってて、そう、ネギも結構ボリュームあってね。飛んでるのを気にしてますね。でここでチャーシューライスですね。チャーシューライスをした後にここのスープを流し込むと。納得した顔ですね。もう一丁いってますね。険しいね。はい、これはもう決まってます。身振りするほど美味しそうなそうですね。メンマも美味しかったんだよね。そう、メンマも美味しかった。そう、ここのメンマが中太の、長いメンマだったんだけど、これ結構柔らかくて、俺結構穂先とか、そういうちょっと柔らかめのメンマが好きだから、すごい俺好みのメンマで美味しかった。これね、柔らかくてね、メンマちょっと苦手だなって思う私でもね、めっちゃ美味しいって思って、ちょっとメンマ好きになった。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったよ。さあやってきました。3軒目はすみれ中之島本店さんです。ここでも味噌ラーメンを注文しました。うまそう。いただきます。ここはね、ラードが本当に分厚くて
めっちゃ熱々だったね。うん、ここはねほんと熱いザ味噌ラーメン、札幌味噌ラーメンって感じだった、もう最後までほんとごちそうさまするまで熱々のスープ、でここのスープは結構この見た目もそうなんだけどちょっと白みがかってて、スープがクリーミーなスープだった、でこの西山製麺の麺は結構太かったね、ここは、そう太めの麺でしたね。これがね太めだからやっぱね食べ応えがあってすごいし、うなずいてますね。もう間違いないですっていう顔してます、これですこれっていう。でこのすみれは横浜のラーメン博物館で一回出品したんだよね。そうその時に行って、その時はなんか創業当時の味を再現っていうことで、結構スパイシーな胡椒効いてる味だったんだけど、今はこうやってクリーミーな味付けになってました、ちょっと違ったねやっぱりね、でここにもコロチャーが入ってるんだよね。このコロチャーがねまたうまいんですよ。日和がコロチャーを食べました。コロチャーマジうまいって言ったマジうまい食べてみってで食べたらうまいのよ、うまいでしょって自慢げですなぜか。それでコロチャーが入ってて、もうねコロチャーとね普通のチャーシューが入ってるから、すごいねもうこれでお買い得ですね。またなんかチャーシューとコロチャーと食感が違くていいよね。味がしっかりついててね、コロチャーも美味しいね。でここのロースチャーシューなんだけど、これ食べたらすごい柔らかくて、味噌スープの味が染み出て、もう絶品チャーシューでした。もう首打っちゃってもうますぎてチャーハンね、ここのお店はチャーハンも美味しいって口コミが多かったからチャーハンを注文しました。チャーハンまあそうだねこのチャーハンね味は別に濃すぎるわけじゃないんだよね、ちょっと気持ち薄めで、でもそれがねまたラーメンのスープの味を邪魔しないっていうか、ラーメンの間に食べてももう濃すぎて味濃いのばっかりで飽きるとかそういうの全くない。ほんとこのスープに合わせて味付けしてるっていうのがなんか伝わってくるチャーハンだった。そう、このパラパラさが伝わるかなこれ。パラパラ。そう、落ちた。俺もうこれすごいパラパラです、ね、そうでこのチャーハンがスープにも合うんだよ。スープにつけて食べる、それがまたうまくてね。そうほらもう見つけてますね。でこれをなぜかチャーハンで流し込むっていう謎なことしてますこの人。そうチャーハンをスープにつけるって発想があんまなかったんだけど、で味が薄めだからスープにつけるとまたね、そう味噌スープの味を吸ってね、ほんと合うねこのチャーハンは。でまた麺に戻ると、このもうルーティンですよ、チャーハンも頼むのおすすめですねここは。で隣の建物にお土産が買えるお店が入ってて、そこでは T シャツだったり、あとお土産のラーメンなんかも買えるんで、でそっちも立ち寄ってみるのもおすすめです。この人またやってるね、干膜が定番になってきました。うまいもんと。で干膜すると下から感謝が出てくると、粋な計らいですね。いやもうこちらこそ感謝ですよ。本当にごちそうさまでした。最後のお店はラーメン信玄さんです。ここは信州というコク味噌のラーメンを注文しました。いただきます。いただきます。丼が大きいね、まずね、ここのお店は丼が大きかった。このスープがまた他の店と全然違ったね。そう他の店は結構ラードが上に乗ってたんだけど、ここはラードがそんな熱い層乗ってるわけじゃなくて、メニュー名にもねある通りコク味噌っていう名前がもうほんとその通りで、コクがすっごい味噌でしたね。でこの麺は中太麺の中ではちょっと細めの縮れ麺、でここ結構麺が長かったね。そうだね。ほら結構日和がするのに時間かかってますね。ほらずるずるいってます。そう意地でもね切りたくない人だからね。熱い食べられた。ドヤ顔すご。片手でスープを飲みながら麺をすすると。でここはネギが千切りだったから麺と一緒にすすれて本当に美味しくて、でもやしはねシャキシャキ感が残ったちょいくたのもやしだね。しゅんくんが好きな俺好みの茹で加減でした、でここはねチャーシューがバラチャーシューだったんだよね、他の店はロースなんだけど、ここはバラチャーシューで脂身あってトロトロで美味しかった。もう見るからに脂身が多いでもトロットロだったね。これがミニチャーシュー丼ですね。これも美味しいって有名だったんで頼んでみました、この顔見ればわかるよね、過去一の顔出てる。まあうまいよね。もうね米が進む、このタレがすっごい美味しくて、もう米が進むタレだからもうね肉食べても早く米を口に入れたいっていう感じ。結構甘めのタレで、これはねもうご飯が進む味付けだった、分厚いねこのチャーシューで、チャーシューはちょっと焦げ目がついてるからその香ばしさもねあってすっごい美味しかったし、あと卵が乗っててそれも崩してちょっと味変でアクセントになってすごい良かったね。もうこの顔ですよ。日和が扇風機を出しました。嫁はちょっとね汗っかきだからね、ラーメン屋に行くときは必ず扇風機を持参しています。じゃないと滝汗になってサウナ状態になるんでもう本当に美味しかった。完食ですね。もちろんもともとこれスープの量が多いからね、さすがにちょっと間膜ができなかったんだけどめちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、ということで札幌ラーメン4店舗回ってきました。はい。いやー、どれも美味しかった。いやマジでうまかった。やっぱ味噌ラーメンもそれぞれ店によって味が全然違うから、自分好みの味噌ラーメン屋さんを見つけるのもいいんではないでしょうか。いやマジで全然違ったね。ちょっと札幌駅からは離れてたりするんだけど、どのお店も駐車場が完備されてるから、レンタカーで全然行ける距離にあるんでおすすめです。ただやっぱり人気店ばかりだから平日でもかなり行列になるんで、開店の30分前ぐらいに行けばそのまま1巡目で食べられるかなっていう感じでしたね。もう結構駐車場並びとかもねあったりしたからね。そう行く時はちょっと時間に気をつけてみてください。はい。はい、じゃあ札幌の動画は以上になります。はい。次の動画は札幌を出て北海道を回っていきたいと思います。はい。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。コメントもください。日和が喜びます。はい。ということでまた次回バイバイ。バイバーイ。ロメン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